な元気ですか？コッヒーです。小比類巻薫のラジオ第3回目の配信です。この番組は1曲をピックアップして今私の中でアップデートされていることをお話しさせていただく YouTube ミュージックのポッドキャスト向けラジオです。約10分間お付き合いくださいね。さあ、コッヒーラディオ、今日の時間旅行タイムトラベルは危ないデカです。1986年のテレビ放送以来、ドラマに加え劇場版7作品が制作されてから8年ぶりの劇場作品が大盛況ですね。この挿入歌でカプス&ラバーズと長く暑い夜優雅なルズミーを歌わせていただいたのはデビュー間もない時期でした。皆さんからいただいたメッセージ届いておりますよ。ようこさん、危ないデカのレコーディング風景をお話ししてくださるんですね。この話お聞きしたことがないと思いますのでとても楽しみです。この曲は1986年に発売された危ないデカオリジナルサウンドトラックに収録されましたね。コッヒーが歌うこの曲がかかるとコミカルさも加わって楽しい気持ちにさえなります。不思議です。高揚感、疾走感もスピード感もあり、ドラマのここというシーンにこの曲がかかるとより場面が盛り上がりますね。今も歌ってくださることに感謝しています。いや、こちらこそ励みになるメッセージ本当にありがとうございます。このカープス&ラバーズ、英語詞が早口言葉で書かれておりまして、アナログテープでのボーカルレコーディングがワンテイクが常だったんですよね。これ大変だったことを覚えております。しばし聞いてください。カープス&ラバーズ。Cups and rubbers, more than a game that you play when you were a kid. Cups and rubbers, more than a game that you play. Who played? A murder. An alibi. Cups and rubbers, more than a game that you play. Who played?お聴きいただいているのはカプス&ラバーズです。このコーラスグループイブ様のクールで躍動感あふれるラップにワクワクした18歳の私は、この曲が後にこんなにも長く愛される曲になるとは本当感動です。そして舘ひろしさんと柴田恭平さん、ダンディーでクールなアブデカ、一ファンとしてその身体能力の高さと胸が熱くなる演技に脱帽です。続いてのメッセージは妙子さん、どうもありがとう。映画帰ってきた危ないデカを公開初日の初回を見に行きました。すごいですね。アブデカで盛り上がっている横浜を衣装やポスターを展示している桜木町の映画館やロケ地を巡り、
楽しみました。危ないデカの最高に盛り上がる追跡シーンでかかるスリリングでスピード感あふれる曲、コッヒーのカープス&ラバーズはいつ聴いてもかっこよくてめちゃくちゃテンション上がります。どうもありがとうございます。ぎっしり詰まったテンポの速い英語の歌詞を流暢にかっこよく素敵に歌い上げられたのがデビュー間もない頃だったのもすごいです。そんなことないんですよ。実はちゃんと練習しました。はい、60一間のデビューしたての私は一生懸命覚えましたよ。はいレコーディングの苦労や逸話もぜひ聞かせてください。はい、ですね、レコーディングの苦労たくさんありました。まずはですね、この危ないデカサウンドトラックは皆さんの作曲作詞家の思い入れっていうのがすごい熱かったですねというのはですね、作曲なさった方がギタリストで歌取りにも来ていただいたんですよね。テンポとかこれでいいですか、跳ねるとことかはこんな感じでいいですかって聞いて確認してレコーディングしたのを覚えてますね。結構ドキドキしました。そして作詞家の女性の方がいらっしゃったんですけども、この方もねすごくこう発音に厳しい方でちょっと早口の言葉だったので、もうどう考えてもこれショートバージョン作った方がいいぞって思いながら、メモして歌をレコーディングしたのを覚えてますね。当時はアナログテープということなので、割と回転の速度がこう急にとかって分かるかな、遅いところから正常のスピードになるっていうのかな、そういうのを聞きながらやるので、割と後半戦になるとダビングがどこの音だっけってちょっと悩ましくなったりもするんですよね。でなので当時のスタジオ必ずピアノが置いてありましたね。この音ですって確認しながら歌うと、そういうなんか苦労がありましたでももう今はそういうことはないですからね。パンチインとかすぐできちゃいますからね。本当便利な世の中になりましたね。さてそれでは妙子さんのリクエストでしばし You're Gonna Lose Me を聴いてください。But you could keep me now, you're gonna pay the price. It's time to leave you. You haven't come out. I'm tired of being used on more. You're gonna lose me. I gave you all money. I'm tired of waiting.お聞きいただいたのは小比類巻かほるで You Gonna Lose Me でした。さてマドンパパさんからメッセージいただきました。ありがとう。コッヒーのラジオ次のエピソードが楽しみです。私は万年筆でいろんな色のインクを使い文字を書くのが好きなのですが、コッヒーの作詞した歌詞をノートに書くのが最近の楽しみです。作詞する時のお話も聞きたいですね。ありがとう。柏人さんからもいただいてます。ありがとう。コッヒーはご自身で作詞や作曲もされてますが、どんな時に曲が思い浮かばれるのでしょうか。曲を作るぞなのか、ふっと詩や曲たちが降りてくるのか、数々の名曲を誕生させているコッヒーにぜひ聴いてみたいです。ありがとうございます。ですね、おおよそ歌詞とメロディーが同時に降ってくる感覚と、リズム先行でグルーヴから生まれる時もございます。作詞もメモ帳に挿絵っていうんでしょうかね、落書き書いて言葉を置いたりします。お気に入りは製図用のペンシルです。柔らかい書き味でスラスラ滑らかですよ。さあ最後にポエトリーの時間。皆さんに届けたいなと感じた詩人たちの言葉をご紹介いたします。夢のように僕たちは生きてきてここへ来た。
時間も涙も苦しみもみんな遠く霞がかったあたりに置いてきた。歩いてきたのにまだ歩くみたいだ。きっとずっと同じかもしれない。同じかもしれないね。夢のように僕たちは銀色夏男でした。いかがでしたか？小比類巻かほるのラジオ、 YouTube ミュージックのポッドキャストでアップいたしますので、皆さんからのリクエストコメントお待ちしております。チャンネル登録、プレミア公開の新着通知オンもお忘れなく。次回は8月にリリースする Never Say Goodbye 2024年バージョンを中心に取り上げます。デビュー曲でしたね。デビュー前のお話を心模様とともにお話しさせてくださいませ。それではまた、コッヒーでした。See ya!